山県組、山口組に属する組織は数あれど、ここまで時代の流れに翻弄された組織もなかったかもしれない。山県組という名門組織を率いた男、5代目山県組組長中田博次。彼は2度にわたり山口組を離脱し、最終的にはかつての敵であった6代目山口組へと電撃復帰した。名門山県組の舵取りをめぐり、中田は当時山県組副組長だった織田義則と組長の座を争う形となった。生粋の山県族として知られた中田と、改革派として台頭した蔵本組出身の外様である織田、この2人が組織にもたらした影響は計り知れず、両者のその後の明暗を分ける形となる。見事5代目山県組組長となった中田が、山県組という伝統ある組織を守るため最終的に選んだ道は一体何だったのか。なぜ彼は敵である6代目山口組への復帰という選択に至ったのだろうか。今回の動画を通して解説していきたいと思う。1959年、和歌山県御坊市に生を受けた彼は、海に面した静かな漁業の町で育ったが、のどかな田舎町の穏やかな空気を嫌った中田は、18歳になった時にさらなる刺激を求めて、故郷とは打って変わったにぎわいを見せる神戸の町へと足を踏み入れる。神戸で彼を待ち受けていたのは、渡辺義則との運命的な出会いだった。初代山県組若頭、県竜会会長の座にあった渡辺、後の5代目山口組組長となる男との開口は、彼の人生を一変させる。神戸のきらびやかな街並みと活気あるヤクザの世界に魅せられた中田は、22歳で県竜会に加入。極道としての第一歩を踏み出した。持ち前の真面目さと気配りの良さで頭角を現した彼は、やがて渡辺の信頼を勝ち取り、中田の姿勢に目を留めた渡辺は、彼をボディーガード兼運転手に抜擢。ボディーガードや運転手は若い衆にとって重要かつ名誉ある役職だった。親分が襲撃された際に身を挺して守る覚悟が求められ、高い信頼がなければ任せられない。山県組創設者である山本健一もかつて3代目山口組組長田岡和夫のボディーガード兼運転手を務めた経歴を持つ。1982年、その山本健一が肝臓疾患で急逝すると、渡辺が2代目山県組組長を継承。この時に中田は山県組幹部へと引き上げられ、山県組の二次団体として自らの組織龍神会を立ち上げる。ちなみにこの龍神会の名付け親は渡辺義則である。この渡辺からの信頼は、後の中田の極道人生における大きな礎となっていく。龍神会という自らの組織を持った中田だが、その船出はすぐに荒波に見舞われる。1984年に組織の存亡を揺るがす重大事件が発生したのだ。龍神会の関係者が大阪市西成区に本拠を置く坂梅組組員を殺害するという事件を引き起こしたのである。坂梅組は当時大阪府内でも有数の武闘派組織として名を馳せていた。山口組系列ではなかったものの、3代目坂梅組組長の松山正次郎は田岡和夫と五分の兄弟分の関係にあり、山口組とは友好関係を保っていた。事件の責任は当然ながら組長である中田へと及ぶことになる。事件から2年後の1986年、中田は殺人教唆の罪で警察に逮捕。当時27歳の若さで徳島刑務所に収監された彼は、2000年まで14年間の服役生活を余儀なくされた。刑務所内で中田は先の大阪戦争で松田組組員射殺事件の首謀者として服役中で、当時県竜会理事長補佐の地位にあった井上邦夫と出会い、親交を深めていく。後にこの出会いは中田の身に降りかかる激動の序章となる。2000年4月17日、中田は徳島刑務所を満期で出所する。当時41歳となった彼が目にしたのは、すでに変わり始めていた山口組の情勢だった。山県組にあらずんば山口組にあらず。1989年から5代目山口組組長に就任した渡辺義則のもと、山県組は組織内で優遇される立場にあったが、その県政にも陰りが見え始めるようになっていくのである。1997年8月28日には、5代目山口組若頭の匠勝が暗殺される衝撃的な事件が発生。
この事件に関与したのが渡辺と共に剣龍会創設にも携わった若頭補佐で中野会会長の中野太郎であることが渡辺の地位を脅かすことになる。一説には匠が山口組の実権を握っていることに不満を感じた渡辺が匠の暗殺を中野に指示したとされている。また匠以外にも歯科医師が1名重傷を負い、その後死亡が確認されたことから堅気を巻き込んだ罪として中野は山口組から絶縁処分を受けることになる。当初中野は親分である渡辺から一度破門にしてから再度山口組に復帰させるという条件を聞いて、それならばと汚れ役を引き受けたとされるわけだが、実権のない渡辺が中野の絶縁を主張する執行部の主張を抑えられるはずがなかった。一番の子分すら守ることができなかった渡辺の評判は一気に地に落ちていくこととなる。山県組を襲った悲劇はこれだけではない。同年12月26日に東京都港区六本木の路上で三代目山県組組長桑田兼義の一行が警察の検問を受け、後続の配下組員の車から拳銃が出てきたことにより桑田は拳銃の共同所持の銃刀法違反で逮捕される。そして2003年5月1日に最高裁は桑田の上告を棄却し懲役7年の実刑判決を言い渡した。山県組は組長を失ったばかりか、2005年4月5日には極真連合会会長の橋本博文、太田工業組長の太田守正といった山県組の重鎮たちが山口組の直参へと昇格していったことで、山県組を率いていく影響力を持つ人物がいなくなっていったのである。組の衰退を危惧した渡辺は大阪構想で活躍した井上の出所を待ちわびていた。出所した彼を山県組組長に据えることで組の安定化を図ろうと考えていたからである。現に井上は2000年に徳島刑務所を出所後、剣龍会会長と山県組若頭補佐を兼任。3年後の2003年5月には山県組若頭に、さらに2年後の2005年8月には桑田から譲られる形で4代目山県組組長へと就任する。こうした井上の怒涛のスピード出世に中田が影響を受けないはずもなく、徳島刑務所時代の縁もあり、中田は井上との杯を受け直し急速に頭角を現していく。2000年には剣龍会の若頭補佐に抜擢され、翌2001年10月には若頭へと昇格。井上の下で着実な出世街道を歩んでいった。井上や中田が山県組の中心人物として出世を遂げていく一方、匠や中野を失った渡辺の山口組内での求心力はもはや見る影もなかった。匠はまだ山口組を運営していく上で山県組の長であり5代目組長の渡辺に価値を見出していたが、当時匠の後任として若頭に就任していた司忍は出身団体である弘道会の人間と自らの意向をだけ組む執行部の人間による6代目山口組体制を構築しようと考えていたため、渡辺の存在自体が邪魔でしかなかったのである。また他の山口組の人間も渡辺の多額の金の徴収と山県組優遇の運営に飽き飽きしており、司を会長とする6代目山口組に光を見出していたのである。そして2005年7月29日の臨時直系組長会にて司の6代目組長就任と渡辺引退が発表された。渡辺は井上を山県組組長とし山口組直参に引き上げることで司のクーデターの動きに対抗しようとしていたが、時すでに遅かった。司6代目を決める話し合いは執行部の一方的な構成で進められたようであり、渡辺は執行部側からあんたは人気が悪すぎる、即刻やめなはれと面と向かって言われたようであり、これを聞いた井上は親分に向かって何ということを言うんやと口を挟んだのだが、直参でもない者が余計なことを言うな、引っ込んでろと一蹴されてしまったのである。井上は何も言い返すことができなかった。総裁に就きたいという願いも執行部は受け入れることなく、渡辺はヤクザを引退、市政の人になった。井上は2005年8月には4代目山県組組長に就任し、6代目山口組の直参となる。またその同年12月4日には幹部である若頭補佐へ就任し、
阪神ブロック長も兼任した。中田は井上の後を継いで5代目剣龍会会長に就任。渡辺以降の山県組組長は皆剣龍会会長を務めており、いわば登竜門であると言えた。中田は時代の山県組を背負う者として期待されていたことがわかる。渡辺引退後の6代目山口組体制下においても山県組は依然として最大派閥だった。執行部メンバーを数多く輩出するほどの勢力を保持していた。しかし組の勢力は次第に弱まっていくことになる。6代目山口組組長の司忍と若頭の高山清が共に名古屋を拠点とする山口組の二次団体弘道会の出身であり、山県組に代わり弘道会が山口組内での影響力を強めていったのである。特に高山清による山県組切り崩し工作はその勢力を弱体化させる決定打となる。先述したように山県組内の重鎮である太田工業の太田守正と極真連合会会長の橋本博文を直参に引き上げたことで、結果として極真連合会と太田工業は山県組から切り離され、本家山口組の二次団体となった。一見昇格には見えるが、山県組直属の組織が減り、山県組の勢力が縮小することを意味した。この時高山も山口組の直参に昇格しているが、山口組を率いるのは弘道会時代に親分であった司であり、司高山という弘道会ラインを山口組内に構築することに成功したのである。この巧妙な作戦は高山清の狙い通り弘道会の影響力拡大につながっており、直参組長が増えることで山口組本家の力は強まり、同時に旧来の名門山県組は徐々に力を失っていく。この山県組と弘道会の権力闘争の変化が後の運命を左右することになる。山口組内部の引き起こされた複雑な権力闘争は後に中田広次を含む山県組系列の組織が新たな行動に取らざるを得ない一因となっていく。山県組は弘道会に有力組織としての座を奪われ、非主流派へと押しやられていった。また山県組にとって最も大きな圧力となったのは司や高山らによる過酷な上納金制度だった。弘道会主導の山口組本家は直参組長に対し容赦ない金銭の取り立てを実施。毎月百数十万円もの上納金が課され、これだけでも大きな負担であったが、さらにボンクレの時期、司忍組長の誕生日である1月には別途5000万円から1億円を納めることが要求された。一見すると伝統的な上納金制度に見えるこの仕組みだが、実のところ司への富の集中を意味していた。直系組長からの資金をすべて集めれば年間で約6億円が司忍組長の懐に入るという計算だ。この不公平なお金の流れは物言えぬ空気を生み出していった。2000年代に入ると日本経済も長引く不景気の中、暴力団組織の資金事情も次第に悪化。かつてバブル期に沸いていたマネーブームは過去のものとなり、組織の台所事情は急速に冷え込んでいた。加えて暴力団の活動に厳しい制限を設ける暴対法と暴力団排除条例の制定は彼らの資金源を徐々に枯渇させた。昔ながらのしのぎも思うようにできず、収入が細くなる中で本部が課す上納金の額は少しも減らない。この状況に多くの直参組長が悲鳴を上げていたのである。弘道会出身者である司や高山によって山口組に主導される状況は山県組の人間からすれば屈辱であったに違いない。彼らは本家山口組と同じ神戸に根ざした名門組織として主流は神戸であり、少なくとも関西の組織であるべきだという誇りを持っていた。対する弘道会は名古屋に本拠を置く中京地区の組織。こうした両者の地域性も対立要因となったのである。また2013年10月頃から井上は司や高山から若頭補佐を返上して舎弟に治るように打診されており、同時に山県組幹部の中から4名ほど直参に挙げるようにも言われていた。これは司や高山による山県組の分断化、若手の直系組長の増加を狙った提案であった。自身の引退と山県組の衰退を危惧した井上は一世一代の賭けに出ることとなる。
2015年8月27日、井上邦夫率いる4代目山県組は6代目山口組体制から離脱する。杯を受けて傘下にいながらの逆杯という極道の世界では前代未聞といえる行動に出たのだ。1984年6月13日にも山口組から山本博を中心とする山広派が分裂して一和会を結成した例があるが、当時はまだ4代目山口組組長がおらず杯の関係が成立していなかった。今回の分裂は親子の縁を断ち切る決断であり、ヤクザ社会の常識を覆す出来事であった。こうして井上と直系組長13人を中心とした6代目山口組に反発する勢力が結集。神戸山口組を結成する名称に神戸を冠したのも、山口組の本流は神戸にあるべきだという主張の表れだ。中田も剣龍会会長としてこの歴史的な分裂に加わり、その激動の渦中へと身を投じることになる。2つの山口組の対立が激化する中で、2017年5月9日に中田は4代目山県組若頭へと昇格。さらに翌2018年5月16日には井上邦夫が山県組の組長の座を譲る形で、中田は晴れて5代目山県組組長に就任するのである。念願の名門組織のトップに立った瞬間だったが、当初中田の5代目山県組組長就任については組の内外から時期尚早ではないかという声が上がった。本来は田三郎一家総長殺害事件で引退した4代目山県組若頭の山本邦治が先に5代目になるはずであり、その後の6代目を中田が継ぐのが既定路線であったからだ。山県組という名門を受け継いだ中田は神戸山口組の直参となり、若頭補佐や若頭代行といった執行部の要職を歴任し、組織内での地位を着実に固めていった。かつてボディーガード見習いだった若者がついには山県組組長の地位にまで上り詰めたのだ。4代目山県組には4代目体制発足と同時に若返り人事で主力を尽くし、神戸山口組発足時には若頭代行の要職に就いた小田義則副組長も5代目山県組候補と目されていたが、井上は小田にはどうしても山県組の若頭をやらせたくはなかったという。小田には確かに人望も実力もあるが、もともとは蔵元組出身の外様だ。一方で剣龍会出身である中田は生粋の山県族で幕徒の才覚に秀でたヤクザ者であり、現代ヤクザにしては珍しく幕徒として名が知れ渡っていた。人柄もよく堅気の衆からの人気もあり、昔ながらのヤクザ気質に富んだ男であった。山県組の若頭はやがて山県組の組長になる。山県組は多数の組員を擁し、その組長という座は井上にとって利権の塊なのだ。利権の塊はよく言うことを聞く。中田博次に渡した形にして実権を渡さない。もしくはそっくり利権を自分に運ばせたいが、小田だとそうはならないと考え、あえて小田を5代目山県組組長にしなかったのだ。2017年4月30日に小田は自身の一門を引き連れて神戸山口組と4代目山県組から離脱し、任教団体山口組を結成したことで約3分の1の組員を失った5代目山県組は組織の立て直しが急務となった。それを高齢の井上に代わって中田が5代目組長として担うのである。しかし中田の人生に第二の大きな転機が訪れる。2019年12月3日に中田は突如として兵庫県警に逮捕されたのである。容疑は殺人未遂及び銃刀法違反。この電撃的な逮捕は暴力団社会に大きな衝撃を与えた。事件の発端は数ヶ月前に遡る。同年8月21日の夕方頃に3代目弘道会の神戸事務所前で弘道会組員が銃撃される事件が発生。フルフェイスのヘルメットをかぶった男が原付バイクで現場に近づき、事務所前に停車していた軽自動車に向けて拳銃を6発発砲。車中の弘道会組員の腕などに3発が命中し、右腕切断という重傷を負わせた事件だった。当局は周辺地域の監視カメラに映った映像を精査。映像に映った犯人像が中田だとして逮捕状を発行したのだ。決め手となったのは防犯カメラに映った実行犯が神戸市内の中田の自宅に入ったことにより、彼を実行犯とする特定原因となったのである。
また事件後に押収された原付バイクの荷物からは中田と関係がある者の指紋が検出されており、それも中田の逮捕の要因とされている。この衝撃的な逮捕に暴力団関係者からは、5代目山県組の組長が自らヒットマンをやるのだろうか、子分はいなかったのだろうか、フルフェイスのヘルメットの映像だけなのにどうして中田組長がやったと言えるのかと数々の疑問の声が上がっていた。まさか天下の山県組の組長自らが鉄砲玉となって敵対組織に乗り込むとはヤクザ社会の常識では考えられないことだった。犯行の動機として当局が推測していたのは、6代目山口組総本部を構えている神戸市内で事件が起きれば当然のごとく建物が当局によって使用禁止にされるので、府中刑務所に収監中の高山が出所後に建物を使用できなくすることが狙いではなかろうかというものであった。またこの事件の約4ヶ月前に5代目山県組の與え若頭が弘道会系の組員に刺されていることから、その報復であるとも推測されている。中田自身が実行犯となったのは、一説によると彼は過去に配下組員の証言によって逮捕・起訴された経験があることから、犯行の極秘性を保つために一人でやったのではないかと言われているが、山口組の場合は2次団体や3次団体の組長クラスがヒットマンをやったり、上部団体の組長のボディーガードとして直接銃撃戦に参加することは昔からあった。山県組で言えば初代の山本健一は自分で拳銃を持って走り回ることはよくあったのである。つまり誰が実行役になったかは大いなる謎である。何しろ犯人はフルフェイスのヘルメットをかぶりっぱなしで素顔の特定が困難であるからだ。しかし中田は神戸拘置所に移送され、同年12月25日には神戸地検により殺人未遂と銃刀法違反の実行犯として正式に起訴された。中田は一貫して無罪を主張し、裁判でも完全黙秘を貫き、被告人質問にも応じることはなかった。弁護側は新たな証拠の提示ではなく、検察側の証拠の欠点をつく戦術を選んだ。検察側の証拠は意外にも薄かった。中田と犯人を結びつける根拠は、監視カメラの人物像が中田に似ているという推測のみ。フルフェイスのヘルメットで顔は確認できず、服装や体型が似ているという程度の証拠である。また戦術した犯行の動機や実行犯の動向なども推測の域を脱したものではなかった。批判的な見方をすれば、2000年代以降暴力団組織の事件に厳しくなった司法の流れの中で、組織トップへの責任追及という意図が見え隠れする状況であり、神戸山口組若頭代行で山県組5代目組長である中田の不在は組織的に間違いなく痛手であったはずだ。戦術したように中田には山県組内部の立て直しと神戸山口組内の強化が求められていたことから、彼の逮捕及び収監は5代目山県組と神戸山口組の組織的活動のスピードを遅らせる形となった。2024年10月15日、検察は法廷で中田に懲役20年を求刑した。罪状は殺人未遂及び銃刀法違反、弘道会組員銃撃事件の実行犯として起訴された中田だが、裁判では終始無罪を主張し、公判で完全黙秘を貫いた。法廷では被告人質問にもまともに答えず、弁護側は検察の証拠の欠点をつく戦術で臨んだ。そして2024年10月31日、神戸地裁101号法廷に裁判長の声が響いた。主文、被告人は無罪。裁判を担当した丸田武裁判長は、裁判所に集まった傍聴者や報道陣を前に、被告人を犯人とするのは合理的な疑いが残ると無罪判決を言い渡したのだ。傍聴席はどよめきに包まれた。検察が起訴した事件で無罪判決が下るのは極めて異例なことであった。日本の司法では無罪の可能性が高い事件は起訴しないという不分律がある。なぜなら検事にとって無罪判決は出世に響くとさえ言われているからだ。この無罪判決を下した丸田裁判長は法廷通の間でミスター無罪と呼ばれる人物だった。疑わしきは罰せずという日本の司法の根本原則を徹底的に貫く裁判官として知られている。実際2012年にも裁判員裁判で山県組幹部を無罪にした実績を持つ。
今回の裁判では物的証拠の不足が最大の焦点となった。防犯カメラをつなぎ合わせたリレーカメラ操作は警察の内部では重要な手法だが、裁判の証拠としては説得力に欠けるという指摘も多い。捜査関係者の一部からは証拠能力としては不十分との声も上がっていた。検察側は裁判中、断定的な物言いで中田を犯人と決めつける場面が多々あり、裁判長から注意を受けることも多かったという。この検察側の強引な姿勢が裁判官の心証を悪くしたとも言われている。即日釈放された中田博司。彼が真っ先に向かったのは驚くべきことに神戸山口組ではなく、自分が罪に問われていた事件の被害者側である弘道会の関連施設だった。そこには六代目山口組組長の司忍と若頭の高山清が出迎えるという厚遇ぶりだった。この予想外の行動には実は伏線があったと言われている。2020年7月に勾留中の中田は山県組執行部に対して神戸山口組からの離脱を密かに指示していたのだ。さらに翌月には5代目山県組を独立組織とする宣言書まで発表していた。この衝撃的な知らせを受け、神戸山口組は2020年9月10日付で中田に対して除籍処分を下した。神戸山口組の中核組織だった山県組がついに神戸から離れる。再び暴力団社会に激震が走ることになる。中田がこの決断を下した背景には、山県組の運営をめぐる神戸山口組組長井上邦夫との深刻な意見対立があった。名門山県組として独自の道を歩むべきだという中田の信念と神戸山口組の方針との間に埋められない溝が生じていたのだ。釈放後の中田の弘道会施設訪問は山県組が最終的に六代目山口組に復帰する意思を示す象徴的な行動だった。実際、勾留中の中田は弁護士を通じて六代目山口組への移籍の意向をすでに伝えていたと言われている。この判断の背景には分裂状態が長期化する中で神戸山口組の求心力低下と六代目山口組との圧倒的な組織力の差があるという現実があった。時を遡れば2017年に小田義則率いる絆会も神戸山口組を離脱し任教団体山口組を結成。続いて最高顧問の池田隆も神戸山口組を去るなど離脱者は後を絶たなかった。そして中田もまたついにその列に加わったのだ。中田が神戸山口組から離脱した真の理由は何だったのか。表向きは山県組の運営方針をめぐる対立だが、その裏には名門組織を存続させたいという中田の危機感があった。神戸山口組の弱体化が進む中、山県組存続のため彼は苦渋の決断を下したのだ。この頃の神戸山口組の勢いはすでに急速に衰えていた。2015年設立時には約6100人を誇った組織も2020年には1000人を切るまでに縮小。一連の分裂構想による組織疲弊は深刻な状態に陥っていた。さらに特定抗争指定暴力団の指定により行政からの締め付けも一層厳しくなっていた。対する六代目山口組は約3500人の勢力を維持し、依然として日本最大のヤクザ組織としての地位を確立。組織力の違いは明らかだった。中田は冷静に情勢を分析し、山県組の未来を見据えた判断を下したのだ。しかし中田の決断はさらに驚くべき方向へと進む。2021年9月16日、5代目山県組は正式に6代目山口組への復帰を表明。こうして山県組は6代目山口組から離脱し、神戸山口組に加入し、その後独立、そして再び6代目山口組に戻るという一周巡りの道をたどることになった。山県組が6代目山口組に復帰して間もなく、中田は6代目山口組の幹部として処遇される。6代目山口組執行部の若頭補佐は通常この幹部職からの登用となることから、中田は将来的な最高幹部への昇格も視野に入れられているとみなされている。中田の復帰は6代目山口組にとっても大きな意味を持った。分裂時に離脱した勢力が戻ってくることで組織の権威と正当性が強化される効果があったのだ。また神戸山口組に対する強力な牽制となり、
組織間の勢力図を六代目優位へと傾けることにもなった。以前から中田と弘道会にはある接点があったと言われている。2019年8月下旬から10月にかけて中田が消息不明になった時期があった。これは井上が何かの理由で中田を手ひどく殴り、それを恨みに思った中田が神戸山口組からの離脱を考え、そのことを当時の三代目弘道会若頭中野俊樹に相談したことがあったという。中田と中野はかつて岐阜刑務所で一緒だった時期があり、兄弟分の間柄であり、今でも立場を超えて気心が知れた仲であったという。しかし当時府中刑務所から出所してきた高山があくまで神戸山口組の徹底的な殲滅を優先したため、中野を通じての山県組の引き抜き計画は頓挫する。敵に内通していると思われたのか、中野は若頭を解任。野内組組長野内正弘が若頭に就任した。中田は神戸山口組に戻らざるを得なくなり、ある程度事情を知っていた井上との溝はさらに深まったという。六代目山口組に復帰した中田だが、神戸山口組との対立は完全に終結したわけではなかった。2022年4月、中田は大胆な行動に出る。神戸山口組の井上邦夫組長らを相手取り訴訟を起こしたのだ。争点となったのは山県組関連施設の所有権だった。かつて仙台の山県組組長だった井上らが所有する施設3つについて、中田はその所有権が自分にあると主張。この裁判はまさに名門山県組の正当性をめぐる戦いだった。司法の場で続いた両者の対立だったが、裁判は中田にとって厳しい結果となる。2024年9月11日、神戸地裁での判決公判で、裁判長は中田の請求をことごとく棄却。表向きは中田の敗北という形になった。しかし、六代目山口組にとって重要だったのは、勝敗ではなく中田という資産の獲得だった。山県組という名門を傘下に戻し、県龍会との関係を再構築することで、六代目山口組は分裂の傷を癒していった。暴力団組織における地位とは、単なる肩書きだけでは測れない。中田が胸につけるようになったプラチナバッジ、山口組の大門とチェーンがついたこの銀色の記章を身につけられるのは、組織の執行部に属する重鎮だけだった。神戸山口組の衰退と六代目山口組の徹底した圧力、暴対法の強化と経済的苦境、そんな外部環境で山県組という名門を存続させるために冷静な判断を下した結果、得ることのできたバッジであると言えよう。たとえ神戸山口組との縁を切り、一時は敵対した六代目山口組に屈することになっても、山県組という組織を守り、その歴史を時代へつなぐことを中田は優先したのである。なお、彼が神戸山口組を去る際、宝満国広率いる宝満組は山県組から離れ、神戸山口組に残ることを決めたが、2023年に宝満は極道社会から引退し、2024年11月に5代目山県組に最高顧問として現役復帰したが、2025年2月1日に死去した。この時中田をはじめ5代目山県組の直参組長全員約30人ほどが参列し、中田は骨上げにも立ち会ったという。初代山本健一組長時代から山県組を支えた宝満に中田は労をいたわったのである。2024年10月31日、神戸地方裁判所にて中田の無罪判決が下った。釈放された中田を5代目山県組若頭の物部博久と舎弟頭の福富仁が出迎えている。釈放から2ヶ月後の2024年12月に中田は静岡県の2代目国領屋一家で行われた6代目山口組の納会に参加し、司と親子杯を交わした。そして2025年1月24日に彼は6代目山口組の若頭補佐へと昇格したのである。中田博次という男が歩んだ道は日本の裏社会における生存戦略の縮図だった。理念や意地よりも組織の存続を第一に考えた彼の選択は、山県組という歴史ある組織を守るための苦渋の決断だったのだ。2025年1月25日に10代目瀬戸一家本部に華やかな宴が設けられた。満83歳を迎えた司の長寿を祝う誕生日会である。
この場に招かれた重鎮たちの中に中田博次の姿もあった。彼は誕生日会で司に酒を献上し、敬意を表した。その席で見せた中田の滑らかな立ち振る舞いは、長年の極道の世界で培われた処世術を感じさせるものだった。かつては敵対した組織同士が、今は同じテーブルを囲む。この極道の世界における奇妙な関係性は、組織防衛という共通の利益が個人の確執を超えることを意味している。中田博次が今後、極道社会でどのような足跡を残していくのだろうか。そして、名門組織、山県組の歴史は、これからも紡がれていく。ということで今回の動画は以上となります。この中田博次という男に対して皆さんは何を思われましたか？ぜひコメント欄でお聞かせください。それではまた、次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。